はいよ。青森で煮干しラーメンを食べれる場所が長尾さん。いやー美味しかったです。最高でした普段は全然煮干しラーメン好んで食べないんですけど、このはすごく美味しいので。これは濃いやつを作るんですけど、スープによっていくつかこう使う煮干しを変えてまして、とにかく入れるっていうよりかは、まあ、バランス考えて使っています。うちはもう全部そのまんま入れてますから、丁寧に取って入れる人とかもお店とかも多いみたいですよね。うちはもう全然何も気にしないでボン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 入れちゃいます。自らやるのが大事なんですか？そうですね。この辺とかは昨日の夜からずっと煮干し入れて。スープ何種類ぐらい作るんですか？まあ基本3種類とかですかね。それをベースにまあラーメンによって使い分けるような感じになります。だから基本的にはあっさりしたやつと濃いやつとこの2つを結構がっつり作って、そこからいろいろ使い分けてるような感じになります。中肉をそのままごっそり持ってきてもらってる感じですね。ある程度切ってからもうそのまま醤油に入れてるような感じ。うちはももと皮付きのバラ肉しか使わないですけど、あっさりしたラーメンとかだったら脂っこいのっていうよりかは割と油の少ないさっぱりした感じのやつのお肉をできるだけ選ぶようにはしたりしてますね。ご主人はどっちが好きなんですか？僕ですか？ももですね。何個炊かれるんですか？今日は10号です。9号、10号とかは結構昼のうちになくなっちゃったりするんで、ねぶた漬け丼とかっていうのもあるんで、こまごまと出たりはします。もうそのままスープに入れたりとかっていうお客さんとかもいるんで。結構煮干し自体もしっかり出汁は取られてる状態に今日新しく巻いたやつを足していくっていう。これで1個完成じゃないんですね。継ぎ足しって感じで、こっちも同じで新しく炊いたやつを足してって。
ちのあっさり系、これはもう僕はずっと毎日食べてます。僕休みの日とか連休の2日目とか普通にうちのラーメン食いてるとかって思ってます。未だに思ってますね。結構泡立ってますね。煮干しからも油って出るんでね、やっぱり。こっちの濃いやつとかは結構普通にグツグツ沸かしたりするんですけど、こっちのあっさりしてるやつはもう本当に火加減が重要になってくるので、わーっと沸く前に火一回止めて沸かさない。青森から送ってもらっている麺ですね。これが極煮棒っぽいやつですね。これが極煮棒の元になってます。お願いします。八国大花火だね。はいよ。甘いんですよ、うちのメンマ。地味にトッピングで上位に来るのがメンマですね。ちょっと甘みがあって、たまり醤油みたいなやつで濃いめで色付けしてるような感じで。花びらチャーシューっていううちのお店で割と映えるトッピング、ね、割とこうしゃぶしゃぶみたいな感じでスープに浸してご飯に乗っけて巻いて食べる人とかもいます。ごちそうさまです。この大盛りネギだく花びらしかないですね。どうしても圧穀麺が地元の味なんで食べたくなるんですよねまあスープに浸すともっと柔らかくなって結構スープと絡むのですごく美味しいっていう感じですね。僕花びら油一丁です。はいよ。
これが極太麺ですね。濃いやつに使われる太麺です。乾水使ってない、要はうどんと同じ感じなんで、ちょっと細いうどんって感じのイメージです。青森市内なんかはしっくり来る人が多いと思うんですけど、やっぱ東京とかだとあんまりなんかこれラーメンなのみたいな感じで言われたりするんで、もともとルーツが津軽そばなんでね、多分そういうのもあったりはするんですけど。片方波の方に離れて。やってる間にこっちが硬くなっちゃう。あんまりバンバンつけない。はいよ。お待ちどうさまです。お先に極煮物のメンマトッピングですね。そう。ねぶた丼になります。まあ、地元自分青森なんですけど、青森の煮干しラーメンを食べれる場所が長尾さん。いやー美味しかったです。最高でした青森の味そのまま多分持ってきてくれてるのかなと思って。で青森だとねぶた漬けってご飯のおかずにして結構食べることが多くて、久しぶりにねぶた漬け食べたいなと思ってまあ自分らは多分ちっちゃい頃から多分みんな食べてると思います。あっさり台です。はいよ。鍋取ります。大盛りネギダックメンマしてますね。そう。えぐみがあったりとか臭みみたいなのが結構苦手で、結構美味しいって言われてるお店とかいくつか行ったんですけど、やっぱり好みじゃないなと思って結構敬遠してたんですけど、こちらのラーメン食べてからはちょっとむしろここの煮干しは食べられるなと思って、逆にこう煮干しの美味しさも教えてくれたとか気づかせてくれるみたいな感じで、中華麺に使われてる乾水っていうのを使ってないっていうのを見て、あっさりして食べやすいなっていうので、大盛りをついつい頼んじゃうような感じですね。濃ければ濃いほどいいっていうよりかは、まあ、バランスで苦味とかえぐみを出さないようにわざとしてるんで、濃厚大好きとかっていう方とか、苦くてなんぼえぐみあってなんぼとかって言っても東京割とそういう方も多いのかなと思うんですけど、煮干し苦手な人とかでも食べられるっていうのが一番理想というか、なんか雑味とかじゃなくてうまみとかになればいいなって思って。酸味ってやっぱ大事にされてるんですか？
僕が中華そばにハマったのは三味ですかね。青森の煮干しラーメンが多分割とそういう感じが多いと思うんですよね。煮干しになりますね。お待たせしました。海外に住んでて、久々にちょっとラーメン食べたくて来ました。前ちょっと青森に住んでたんで、懐かしくなって、本格的とかよくあるんですけど、なかなかこういうお店ないので、食べやすくて、スープいただいちゃいましたので、はい。スープ飲んだ時にこう口いっぱいにこう煮干しが広がるけどくどくないみたいな、食べやすかったなっていう感じです。いや美味しかったです。好きになりました。はい、いらっしゃいませ。できるだけ新鮮な香りだったり、はい、味だったりちょこちょこ足してます。海苔でできたカップなんで食べれるんですけど、みんなこう玉ねぎだけ入れて干されちゃったりするので、ぜひ食べてください。はい、どうぞー。はい、コクつけ大、極太。お疲れ様です。はい、つけの。いらっしゃいませ。大体400ぐらい。ごちそうさまです。マックスのデカ盛りの特盛りです。はい、お待たせしました。はい。特大2つ出ます。はい。アパレルには、ラーメン屋、庭師、解体でラーメン屋。自分でやりたいっていうよりかは声かけてもらって、そういうところでの適応能力が高い方だと思うので、まあでも今やっとなんかラーメン屋さんでやっていこうってなったんで、多分ラーメン屋さんから見たら、なんかもうほんと素人っぽいところとかいっぱいあるのかもしれないですけど、10年ぐらい前になるのかな、百貨店でアパレルをやってまして、で、その時に地方の名店のラーメン屋さんが期間限定で入りますよみたいなところがあって、そこに中尾中華そばが入って、今してるんだったら働いてよみたいな感じ、ちょっと手伝ってよみたいな感じで言われて、そこに手伝いで入って、そしたら煮干しラーメンの美味しさにハマって、いろんなその東京の煮干しラーメン回ってみたんですけど、青森の煮干しラーメンの味に近いのって本当に東京なくて、その期間限定で終わっちゃったんで、しばらく全然食べれなかったんですけど、出店で来るたんびに僕が行ってたら、社長が割と気に入ってくれて、ここにちょっといい場所見つかったからやってみないって言われて、俺はもう単純に客としてやった、東京で中を食べれるって思ってたら、店長やってよって言われてで、それで急にっつって、俺料理したことないっすよ、好きだったら多分大丈夫だよって言
言われて、あ、じゃあ頑張らせてもらいますって言って。ね、東京の人に青森のラーメン知ってもらいたいっていうのもあるんですけど、関東圏の青森のお客さんが来れるところをずっと残したいなぐらいの感じでしたね。僕自身も青森の味に惹かれてこうやって今やってるんですけど、青森の人が帰んないと食べれない、東京だとあんまり地元のラーメン食えないっていう人が多いんで、そういう人とかが来て懐かしいなってなってくれれば一番いいかなと。